こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。今日は行動の話をしたいと思っています。で、先日ね、ソニー、息子の5歳の誕生日のコメント、本当にありがとうございました。私、5年前に、本当に人生大変でね、ちょうどその出産の時のことを思い出して、あの、いろんなことってやっぱ意識で変わるんだなって思っています。だから皆さんもね、今ちょっと苦しい方いるかもしれないけど、意識で本当に簡単に変わっていきますから、それを信じてご自身のねこうクリアリングとかどんどんやっていただけるといいんじゃないかと思いますね。母親っていうものもなんか今世の中で体験できて本当全てに感謝です。ありがとうございます。で今日は、行動についてお話ししたいと思っています。でなんで行動の話しようかと思ったかっていうと、結構この3次元の世界の中で形にできるのはまあ私たちだから、行動っていうものも必要になってくるんですね。ただまあ宇宙的になってくると、そんなに行動が今まで以上に必要なくなってくるかなと思うんですね。であとさ、行動に対して嫌になっちゃってるんですね。なんでこれ嫌になっちゃってるかっていうところも解明していきたいと思います。結構ね、行動って本当にね楽しいものなんですよ。ものすごく楽しいことで、クリエイティブなことで新しいやっぱりエネルギーの流れを作れるから、そこでインスピレーションとか直感とかもすごく降りてくるんですね。ただなんかもうなんか地球はなんていうの、行動の星でどんどん行動行動行動って、もうとにかく行動しろ行動しろみたいなところがやっぱ地球って今まであったような気がして、いろいろそういうなんていうの、成功哲学みたいのも行動って言われるんですよね。でそれもすごいわかるんだけど、あまりにも言われすぎて、しかもこんなにやってるのになんでこんなに嫌になっちゃってるかと、結果出ないしって思うと思うんですね。でここの部分でもっとこう行動が楽しくなるように、そして、形にいろいろなるようにね、ちょっとお話ししたいと思っています。でまずなんで行動がこんな嫌になっちゃってるかってことなんですけど、とにかくね、自分とか周りがジャッジするんですよ。何かを動いた後に、まあ、目標があったとしてそうやって動きますよね。だけどその目標まで全然いけてないっていうところでもう心が折れてきちゃうんですよね、自分が。で自分自身がこう頭の中ですごいリピートして、あれもできてないじゃないか、これもできてないじゃないかとか、あれも勉強しなくちゃ、これも勉強しなくちゃみたいな感じですごいね厳しいんですよ、自分が自分に対して。だから行動したことに対して自分が結構ジャッジ入れてるっていうことですね。あとは結構周りから言われたりとか、あとね早く結果を出さないとって結構自分が思って、それでね心が折れちゃったりっていうところが結構あると思うんですね。でここに対して、頭を本当に激甘にしてあげて、いいよいいよって頑張ってるよとかって感じで、いつもいつも自分が自分に対して肯定してあげる。で行動したことに対して褒めてあげるっていう風にすると、すごいね行動が楽しくなってくるんですよ。でどういう風にやるかっていうのは、何か、行動したことがあったとしますよね。じゃあ何か、今日は、ブログを書くとかね、やるとして、でブログ書いた自分に対して、なんかうまく書けたかなとかって自分が思うとするじゃん。あとどういう風に見られるかなってなった時に、頭の中でよく頑張ったねとか、すごく良かったよって褒めてあげるんですよ、自分が自分に対して。そうすると、なんかまた明日も書いてみようかなとか、もっとなんかこういう風に書いてみようかなっていう感じで、このやる気が結構出てくるんですね。で、そのやったものに対してすごいジャッジを入れてると、どんどんやっぱエネルギーが枯渇してきて嫌になってきちゃうんですよ。なんかもっと人の目が気になってきたり。だけどやったことに対して自分が褒められてると、どんどんまたなんか行動したくなるっていう気持ちになってくるから、自分がね褒めてあげるってやるといいと思うし、その動いたことに対して褒めてあげる。あとはその結果が出てないことに対してジャッジ入れないようにね、あれできてない、これできてないじゃなくて、できてるとこに意識を向けてあげるといいんじゃないかと思うんですね。であとは、踏み出せないことですね。踏み出せないこと、何かやりたいんだけど動けないっていう時があると思うから、でもやりたいっていう気持ちがあるじゃん。そこにいきなりファーンってさ、やっぱり飛び込むのって怖いですから、やんなくていいよとかって自分が言ってあげるとやりたくなってくるんですよ。
だからそんなに無理してやんなくていいよやんなくていいよとかね、頭の中でやりたい時にやればいいよとかって言ってあげると、なんかやろうかなっていう気になってスッて動けたりとか、あとは怖い怖いって自分が思ってるものに対してできるよ大丈夫大丈夫ってこう頭の中で本当にこうなんていうの、応援してあげる、自分に対して。失敗したっていいんだよ全然大丈夫だからやっちゃいなやっちゃいなみたいな感じで頭の中が自分に対して、応援してあげることによってなんかね動けるんですよ。それでその動いたことに対してジャッジを自分が入れないから、入れそうになったらまた激甘にして、よかったよすごくよかったよとか、誰にどういうふうに見られてるかなとかって気にしててもそれに対してもそんな気にしなくていいよって自分が自分に対して肯定してあげると、じゃあ次こういうふうにしようとかああいうふうにしようっていうまたいいインスピレーションが降りてきたりするから、こういう感じでその行動に対してジャッジを自分が入れているのでそれに対して入れないようにしていく、むしろこの肯定してあげる、頑張ってるよ全肯定ですね、褒めてあげる。褒めてくれればさ行動めちゃめちゃ楽しいことなんですよ。でいつも激甘で行動に対してジャッジ入れなければ自分があと周りがでも特に自分ですよね、自分が褒めてくれればどんな行動も楽しくなってくるから、もっといろんなこと挑戦してみようかなとか新しいことやってみようかなとかいつもやってたことをやめてみようかなっていうこれも行動ですから、なんかそういうことに踏み切れると思うんですね。だけどね本当に自分が自分に対してねものすごい厳しいんですよ、ジャッジ入れてるから。それでね本当に自分が苦しくなっちゃってたり、行動ってこんなに楽しいことだったのに嫌なことになっちゃってで嫌だなでもやらなくちゃってやつですね。嫌だなでもやらなくちゃと思ってでも行動行動行動ってさ言われるとうわーみたいな感じでやりたくないけどやらなくちゃと思ってやるから余計にうまく回らなくて面白くなくてなんつうんだろうでうまくいかなくて私はダメだみたいなとこでずっとループしちゃってんじゃないかと思う。私もずっとそういうとこがあったので激甘にしてあげるってやるといいと思います。あとやっぱりいつもねやっぱ行動行動行動ってやってると本当に疲れちゃうんですよ。で結構やっぱり波が私たちって波動ですから波があります絶対に。動く時すんごいグワーって動く時もあれば私もだから本当にガツガツ系になる時すごいあるんですね。で下がる時あるんですよのんびり系ですね。のんびり系に行く時もあってまたガツガツ系になってのんびり系っていうねこの波があるからこのバロメーターちゃんと休ませてあげるってことも大事だってことですね。これがねやっぱ自然だと思うんですね。この休ませる期間もすごい大事だしであとねやっぱインスピレーションが結構降りてくるんですね。この行動に対してもっともっと良くしていくのにいいインスピレーションがやっぱ降りてくるんですよ。降りてきたものをまた形にしていって休みたい時休んでまた形にして休みたい時休んでっていう感じにしていけば本当にポンポンポンっていう感じで自分自身の人生がねどんどん進んでいきますので行動っていうものも入れていくといいと思うんだけどとにかくジャッジを自分が入れるので休ませてあげたりとか優しくしてあげる。であと休ませるってことも大事なんですよ。ここで本当にずっとずっと動き続けて行動し続ければずっとそうなる。確かにそうなんですよ。継続していくことなんだけど休ませてあげると続くんですよね。でも休ませてあげないともう息切れしちゃうから、だってほらやっぱ長らく続けていくこととかっていうことになってくると思うんですね、形にしていくのに。すぐに形になるものもあればならないものもあると思うから、その時に休ませてあげないと疲れちゃうからねなんか自然体で自分のペースこのバロメーターに沿って行動してあげることによって自分自身が本当に無理のない形で動けるんじゃないかと思います。であとねその宇宙的な部分でインスピレーションをキャッチして動くことによってだからなんていうのずっとインスピレーション待ってるっていう感じもいいんだけど動きながらインスピレーションをキャッチしていくっていう感じの方が結構動いてるとより、インスピレーションが降りてくるとこもあるから、そういう感じもいいと思うしあとね今まで結構ガツガツ動きまくってた人はちょっと休んであげた方がいいんですよ。一回ほんと止まって波動を整えて行動人間で来てた人はやっぱすごい思考とかも強くなっちゃってると思うから一回止まって自分のペースにして
でまたこの楽しいこととかやりたいことを形にして動いていくといいと思うんですね。うん、そうするとやっぱ自分自身のこの頭が優しいから激甘になってるから本当にね行動も楽しいし、泊まりたい時泊まれるし、いいインスピレーションも降りてくるし、でこのインスピレーションとか直感とか、あとインスピレーションというか気づきですね。あ、なんかこのアイデアがなんかふっとくるみたいな、あ、これもやってみようとか、あの人に電話してみようとか、あ、なんかこの先にもうちょっとこういうことやってみたいなとかっていうさ、いろいろこのアイデアがポーンってくるんですよね。これがハイヤーセルフとか高次元から来てるから、本当にね、なんか楽しいんですよね。この動きも楽しいし、このキャッチするのもすごい楽しいし、休みながらっていう感じにしていくといいんじゃないかと思います。で、行動する時にやっぱ激山ですね。頭激山。ジャッジしない自分に対してもう思い当たる方多いんじゃないかと思うけど、すごいね、形になってないことにねすごい自分がジャッジするんですよね。うん、あとは行動で嫌になっちゃってるからやっぱ休ませてあげたり激山にする。うん、自分自身が、何か動こうとした時に「いいよいいよ頑張って」とかさ、失敗したっていいよって自分が頭の中で言ってあげることによってそれが動けると思うし、あとは、やったことに対してジャッジ入れないってことですね。よくやったよとか、もっと楽しいことやろう、何して遊ぼっかみたいな感じでいつも頭の中が言ってあげると、なんか本当に、こういう感じだったなって小さい時のことをね思い出すんじゃないかと思うんですけど、あのこういう感じの方がうまくいくんですよね。この感覚なんとなく、ちっちゃい時そうだったなとか思い出すと思うんだけど、とにかく誰かが肯定してくれれば行動も楽しいし、自分自身のやっぱ人生楽しくなるんですよね。だけどね、とにかく自分が厳しい、頭の中厳しい、そして外側の人たちもなんか厳しい気がして、いろいろがちっちゃくなっちゃってる方いるんじゃないかと思いますので、頭激甘にして行動を入れて、たまに休んでインスピレーションをキャッチしながらやっていただくといいんじゃないかと思います。あともう一個、その願望っていうのかな、こういう風にしたいとかっていうのもビジョンとか感情のバイブレーションを出すことによってまたインスピレーションがね後から降りてきたりするから、その願望を投げながらビジョンを見ながらやっていくとどんどんその自分の現実が大きく変わっていくと思いますので、そんな感じでやってみてください。私は今本当にそういう感じで動いていて、だから止まってる時は止まってるし、でも止まるっていう行動をしてるんですよね。で動く時はすっごいガツガツ動くし、だけどなんか結構動けるのはやっぱり頭の中が優しいんですよ。激甘で誰かにジャッジされても私の頭の中はジャッジしないから、いいよいいよよくやってるよって言ってあげるから、次のいろんなことにまたクリエイトできるっていう感じになりますので、参考にしていただけたらいいんじゃないかと思います。今日は行動についてお話ししました。ではでは。